裸の王様。昔々、とある国のある城に王様が住んでいました。王様はピッカピカの新しい服が大好きで、服を買うことばかりにお金を使っていました。王様の望むことといったら、いつもきれいな服を着てみんなにいいなぁと言われることでした。戦いなんて嫌いだし、お芝居だって面白くありません。だって服を着られればそれでいいんですから。新しい服だったらなおさらです。1時間ごとに服を着替えてみんなに見せびらかすのでした。普通、召使いに王様はどこにいるのですかと聞くと、王様は会議室にいらっしゃいますというものですが、ここの王様は違います。王様は衣装部屋にいらっしゃいますというのです。城の周りには町が広がっていました。とても大きな町で、いつも活気に満ちていました。世界中のあちこちから知らない人が毎日大勢やってきます。ある日、2人の詐欺師が町にやってきました。2人は人々に自分は布織職人だと嘘をつきました。それも世界で一番の布が作れると言い張り、人々に信じ込ませてしまいました。とてもきれいな色合いと模様をしているのだけれど、この布は特別なのですと詐欺師は言います。自分にふさわしくない仕事をしている人とバカな人には透明で見えない布なのです。その話を聞いた人々は大層驚きました。大変な噂になって、たちまちこの珍しい布の話は王様の耳にも入りました。そんな布があるのか、ワクワクするわいと、服が大好きな王様は思いました。もしわしがその布でできた服を着れば、家来の中から役立たずの人間やバカな人間が見つけられるだろう。それで服が見える賢いものばかり集めれば、この国ももっと賑やかになるに違いない。早速この布で服を作らせよ
王様はお金をたくさん用意し、詐欺師に渡しました。このお金ですぐにでも服を作ってくれと頼みました。詐欺師は喜んで引き受けました。部屋に機織り機を2台並べて、すぐに仕事に取り掛かりました。でも機織り機には何もありませんでした。糸もありません。それでも詐欺師は一生懸命布を織っていました。いいえ、違うのです。本当は布なんてどこにもなくて、空の機織り機で織るふりをしているだけなのです。時々材料がなくなったみたいに、一番値段の高い絹と金でできた糸をくださいと王様に言いました。望み通り材料をもらうと、機織りには使わず、また空のままで織るふりをし続けました。夜遅くまで働いて頑張っているふりをしました。しばらくすると王様は本当に仕事がはかどっているのか知りたくなってきました。自分が見に行って確かめてもいいのですが、もし布が見えなかったらどうしようと思いました。自分はバカだということになるのですから。でも王様は王様です。何よりも強いのですから。こんな布に怖がることはありません。でもやっぱり自分が行く気にはなれませんでした。そこで王様は自分が行く前に家来を誰か一人行かせることにしました。家来に布がどうなっているのかを教えてもらおうというのです。この頃には町の人はみんな王様が作らせている布が珍しい布だということを知っていました。だからみんなは近所の人がどんなにバカなのかとても知りたくなっていました。そこで王様は家来の中でも正直者で通っている年寄りの大臣を向かわせることにしました。この大臣はとても頭が良いので、布をきっと見ることができるだろうと思ったからです。向かわせるのにこれほどぴったりな人はいません。人の良い年寄りの大臣は王様に言われて詐欺師の家へ向かいました。詐欺師が空の機織り機で仕事をしている部屋に入りました。
神様、助けてくださいと祈りながら、両目を大きく見開きました。けれども何も見えません。機織り機には何もないのです。どういうことじゃと思わず口に出しそうになりましたが、しませんでした。その時、大臣さんと詐欺師が声をかけました。どうです？もっと近づいてよく見てください。この模様、いろいろな技術が使われていてすごいですし、この色合いだって美しくて思わずうなってしまいそうでしょう。詐欺師はそう言って空の機織り機を指さしました。大臣は何とかして布を見ようとしましたが、どうやっても見えません。だってそこには本当に何もないんですから。大変なことじゃと大臣は思いました。自分はバカなのだろうかと首をかしげました。でもそう思いたくありませんでした。大臣は周りを見回しました。2人の詐欺師がいるだけです。良いことにまだ自分が布が見えないということを誰も気がついていません。見えないと言わなければ誰も気づかないのですから。どうして何もおっしゃらないんですかと詐欺師の片割れが尋ねました。もう一人の詐欺師は空の機織り機で一生懸命働くふりをしています。急に言われて大臣は慌てました。とてもきれいで大層美しいもんじゃな。大臣は眼鏡を動かして何もない機織り機をじっくり見ました。なんと見事な柄じゃ。それにこの色の鮮やかなこと。このことを王様に言えば王様もきっとお気に召すじゃろうな。その言葉を聞けてありがたき幸せです。2人の詐欺師が口を揃えて言いました。では王様にもっと知っていただくために布について細かく説明いたしましょう。詐欺師は空の機織り機の前で喋り始めました。色が濃いとか薄いとか、模様がうねうねしてるとか、まっすぐとか、事細かに言うのです。大臣はその説明を一言も漏らさず聞き入っていました。
なぜなら大臣は王様にもう一度同じことを間違えずに言わなければならないからです。もしここで一言でも間違えようものなら、後で王様が本物を見たときに、大臣には布が見えなかったと気づいてしまいます。だから大臣は聞いたことをそのまま王様に言いました。大臣が帰るとき、詐欺師たちはもっと金の糸や絹が欲しいと言いました。布を織るために必要だというので、すぐに持ってこさせました。でもやはり詐欺師たちは金の糸や絹を一本も使わないで、みんな自分のものにしてしまいました。そして何もない空の機織り機でずっと織るふりを続けました。それから間もなく王様はもう一人詐欺師のところに向かわせました。これも根のまっすぐな役人でした。役人の仕事は布のはかどり具合と完成する日にちを調べてくることでした。しかし役人も大臣と同じように、見えたのは空っぽの機織り機だけでした。何度も何度も見ましたが、どうしても空っぽにしか見えませんでした。どうなされたのですか？もしかしてお気に召さないとか。二人の詐欺師は不安そうに尋ねました。そして何もないはずの布をまるであるかのように見せびらかしました。ほら、この王様の偉さにぴったりのこの模様、どうでしょうか。詐欺師は言いますが、布はどこにもありません。役人は思いました。私はバカではない。自分にふさわしくない仕事をしているだけだ。そうだ、バカではない。おそらくこの布はとても風変わりなのだろう。しかしこのことを誰にも知られてはならないのだ。役人は少し考えてから言いました。見えない布をあたかも見えているように、大変見事な布だ。色合いも美しいし、柄も申し分ない。私はこんな布を見られてとても嬉しいよ。そうして城に帰った役人は王様に向かってこう言いました。大変結構なものでした。町はその珍しい布の噂で持ちきりでした。噂がどんどん盛り上がっていくうちに、
王様も自分で見てみたくなってきました。日に日にその思いは強くなるのですが、一向に布は完成しませんでした。王様はいても立ってもいられなくなって、たくさんの役人を連れて二人のずる賢い詐欺師の仕事場に向かいました。連れて行った役人の中には、前に布を見に行った二人も含まれていました。詐欺師の仕事場に着くと、二人は一生懸命に働いているふりをしていました。糸を一本も使わないで真面目に仕事をしているふりをしていました。さあどうです？王様にぴったりな大層立派な布でしょう。前に来たことのある二人の役人がみんなに向かって言いました。王様、王様ならこの布の色合い、柄をお気に召しますでしょう。そして二人は空の機織り機を指さしました。二人は他のみんなには布が見えると思っていたからです。でも、なんだこれは、何もないじゃないかと王様は思いました。王様は自分がバカかもしれないと思うと、だんだん怖くなってきました。また王様にふさわしくないかと考えると恐ろしくもなってきました。王様の一番恐れていたことでした。王様が王様でなくなるなんて耐えられなかったのです。だから王様は詐欺師たちを見て言いました。まさしくそうであるな。この布が素晴らしいのは私も認めるところであるぞ。王様は満足そうにうなずいて、空っぽの機織り機に目を向けました。何も見えないということを知られたくなかったので、空っぽでも布があるかのように王様は見つめました。同じように王様が連れてきた役人たちも見つめました。王様が見ているよりももっと見ようとしました。でもやっぱり何も見えてはいませんでした。これは美しい、美しい。役人たちは口々に言いました。王様、この布で作った立派な服を近々行われる行進パレードの時にお召しになってはどうでしょうと誰かが王様に言いました。その後みんながこれは王様にふさわしい美しさだと褒めるものですから、王様も役人たちも嬉しくなって大賛成でした。
そして王様は二人の詐欺師を王国特別旗織師と呼ばせることにしました。パレードの行われる前日の晩のこと、詐欺師たちは働いているように見せかけようと16本ものろうそくを灯していました。人々は家の外からその様子を見て、王様の新しい服を仕上げるのに忙しいんだと思わずにはいられませんでした。詐欺師はまず布を機織り機から外すふりをしました。そしてハサミで切る真似をして糸のない針で縫い、服を完成させました。たった今、王様の新しい服が出来上がったぞ。王様と大臣全員が大広間に集まりました。詐欺師はあたかも手の中に服があるように両手を上げて一つ一つ見せびらかしました。まずズボンです。そして上着に、最後にマントです。詐欺師は言葉をまくし立てました。これらの服は蜘蛛の巣と同じくらい軽く出来上がっております。何も身につけていないように感じる方もおられるでしょうが、それがこの服が特別で価値があるという言われなのです。まさしくその通りだ。大臣はみんな声を揃えました。でもみんな何も見えませんでした。もともとそこには何もないんですから。どうか王様、ただいまお召しになっている服をお脱ぎになってくださいませんか。詐欺師は言いました。よろしければ大きな鏡の前で王様のお着替えをお手伝いしたいのです。王様は早速服を脱ぎました。二人の詐欺師はあれやこれやと新しい服を着付けるふりをしました。着付け終わると王様はあちこちから鏡に映る自分を見ました。なんと美しい、よくお似合いです。その場にいた誰もがそう言いました。この世のものとは思えなく美しい柄、言い表しようのない色合い、素晴らしい立派な服だとみんな褒めたたえるのでした。その時パレードの進行役がやってきて王様に言いました。行進パレードに使う天蓋が準備できました。担ぐ者たちも外で今や今やと
待っております。私も支度は終わったぞ。と王様は進行役に答えました。どうだ、この服は私に似合ってるかね。王様は鏡の前でくるっと回ってみせました。なぜなら王様は自分の服に見とれているふりをしなければならなかったのですから。お月の召使いはありもしない服の裾を持たなければなりませんでした。地面に両手を伸ばして何かを抱えているようなふりをしました。やはり召使いも何も見えてないことを知られたくなかったので、裾を持ち上げているような真似をしているのでした。王様はきらびやかな天蓋の下、堂々と行進していました。人々は通りや窓から王様を見ていて、みんなこんな風に叫んでいました。いやあ、新しい王様の服はなんて珍しいんでしょう。それにあの長い裾といったら本当によくお似合いだこと。誰も自分が見えないということを気づかれないようにしていました。自分は今の仕事にふさわしくないだとかバカだとかいうことを知られたくなかったのです。ですから今までこれほど評判のいい服はありませんでした。でも王様、裸だよ。突然小さな子供が王様に向かって言いました。王様、裸だよ。なんてこった。ちょっと聞いておくれ。無邪気な子供の言うことなんだ。横にいたその子の父親が子供の言うことを聞いて叫びました。そして人伝いに子供の言った言葉がどんどんひそひそと伝わっていきました。王様は裸だぞ。ついに一人残らずこう叫ぶようになってしまいました。王様は大弱りでした。王様だってみんなの言うことが正しいと思ったからです。でも今さら行進パレードをやめるわけにはいかないと思ったので、そのまま今まで以上にもったいぶって歩きました。召使いは仕方なくありもしない裾を持ち続けて王様の後を歩いて行きましたとさ。